Today's title is Kick the Worry Habit. Here we go. Hello, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic is 取り越し苦労を終わらせる。じゅこちゃん、よろしくお願いします。お願いします。はい。取り越し苦労がすごく多い人って相談事を聞いてて、その取り越し苦労が素晴らしい人っているんですよ。素晴らしいっていうのはその妄想力っていうか、はいはいはい。そのこうなったらどうしよう、ああなったらもしこうなったらみたいなことを、なんかこう次から次へとね出てくる人っていうのがいるんですけど、はい。純子ちゃんはどうでした？私もすごく最近ありますね。で過去にもよくあったけど、でも昔にそういう心配事とか、なんかこう妄想が広がる時ってもっと複雑だったんですよ。なんかいろんなことが複雑に絡み合って、最近はなんか、シンプルだけど妄想するなっていう。まあでもシンプルだとあんまり複雑でこんがらがってないから、取り戻すことも早いと思うんだけどね。そうかもしれないですね。複雑に絡み合った取り越し苦労は、まずそのこんがらがっちゃってるところからほぐさないといけないので、結構ちょっと厄介なんだよねっていうのがあって、でも実際は多くの人がこの取り越し苦労でなんか時間をすごく奪われてる人って結構多いんじゃないのかなと思うんですね。でこれって何なんだろうねって思った時に、性格なのとかさ、自分のもうパーソナリティがそういう性質なのかとか、私心配性なんですってよく言う人いますよね。はいはい、そうですね。ってことは私はもうそういう人なんですって言い切っちゃってるんですよね。でも私からすると、ホロスコープでその人の持ってるキャラクターっていうか、そもそものそのエッセンスってやっぱりあるんだけど、そのやり方っていうかね、自分の使い方が変わってくるとその性質すら変わっていくんですよ。なのでその心配性っていうのは捉え方を変えていいようにいい使い方ができるようになると、慎重でなんていうのかな、慎重ですごいこまめな物事の見方ができるとか、そうなので、そこは結局その信頼につながるっていうか、この人に頼んだら安心だなみたいな。なるほどなるほど。そういう性質に変わりうるんだけど、心配性のままだとなんかもう起こってもいないことのあれやこれやずっと考えちゃって、もともと持ってる慎重できちんとその物事を、きちんと見ることができるっていう、そっちの性質が出づらいんだよね。そうですね。でここが、結局その心配のエネルギーってね、結構パワフルなんですよ。そう消耗する感じがあります。でしょ？疲れちゃうでしょ？疲れるし、くたくたになるし、体も緊張してるし、なんか筋肉もこわばるし、結構ね、体も心配のエネルギーってすごいこう負担なんですね、体にとっても。だからそれがこういろんな痛みになったりとかしたりとかね、する。だからそれをそのまま今までそうだったけど、これからもそれでやっていくのっていう問いかけをまずしてほしいっていうか。で、いやもうこういう心配でいつも苛まれてて、そこにたくさんのエネルギーを奪われるのはもう嫌だと思ってるんであれば、じゃあもう本当に自分の意思で自分自身を、
再構築していくって側を選んでみようよっていう感じなんですよ。でも人間ってどうしても癖で、自分が持ってるいい要素よりも、自分が持ってる悪い、自分にとってね、悪い要素の方を見ちゃうところがあるのね。うん。うん。これがダメでとか、まあ容姿も含めてなんだけど、はいはい。容姿コンプレックスっていうのもやっぱり結構悩んでる人もいて、うん。ここがダメとか、なんかこの体のここ嫌いとかね。で、自分がないものにいつも悩んでて、あるものをもっと素敵にしていこうっていう風にはなかなかなれないんだよね。うん。だけど、ポイントは、自分が持ってるものをさらに良くしていくっていう方が、絶対人生って、すごく豊かな方に流れていくんですね。でも、今まではやっぱり足りないとかないとか、そんな感じで自分のダメな方っていうか、ない側にどうしても目が向いちゃうのが癖だった。そう、それあります。ありますよね。はい。で、それをどうやって克服しようかっていうところにばっかりエネルギーを注ぐから、余計に疲れちゃって。それ克服するものではないということですか？全然克服するものじゃないです。ないってことは、必要ないからないんですよ。こう、ないものにフォーカスするのではなく、あるものにフォーカスするっていうことですかね。そうですね。努力するっていうか、それを習得しようとしてる時に、なんか辛くて辛くてさ、なんかそれをやるのがなんかこう、苦しんで努力して掴むっていうのは、多分あまり自分の中にエッセンスがないものだったりするんですよ。そう。だったら、それはだから私の中では、あまりその人の持ってるエッセンスじゃない以外のことをやろうとしてるんじゃないかっていうか、例えばだけど、自分で事業とか経営とかするなら、経営学を学ばなきゃいけないとかさ。なんかそういういろんなことを知ってないとダメなんじゃないかっていう風に思う人多いと思うんですけど、でも、得意な人に任せればいいだけなんだよね、そういうのって。全部を全部ちゃんとできないと、なんかやっちゃいけないっていう風に思わないってことです。その、取り越し苦労は、その自分の中にあるものにフォーカスすることで、なんかこうだんだん変えていけるっていうことかな。取り越し苦労は基本的には自分にない側の方をどうにかしようとするがゆえに、こう、もしうまくいかなかったらどうしようとか、なんかこれがちゃんと、これがちゃんとできなかったらやっぱり無理なんじゃないかとかさ。そんな感じになる。確かに確かに。そう。でもあんまり英語に対して取り越し苦労してないでしょ？いや、してる？コンプレックスはたくさんありますよ。例えば？例えばなんか、なんだろうな、TOEIC 全然取れないとか。テストが苦手。まあでもそれを言っちゃうとね、日本語も同じなんですけど、日本語でもテストってなるとあれだけど。まあでも、TOEIC の点数が高いからといって、なんかそれが自分の、なんていうの、ライフワークにつながるわけでもなくないですか？そう、それはね、全然関係ないんですよ。関係ないよね。TOEIC 満点近くても話せない人は実はいるんですね、世の中には。そうだよね。そうだよね。だから、なんか、あまり関係ないことに悩むっていうか、ないものに苦労しなくていいんじゃないのっていう感じなんだよね。そうか。でも、
いわゆるそのコンプレックスを感じる部分っていうのは、だから自分がないと思ってるから感じちゃうから、そうですね。そうですよね。うん。だけど、その、ないものはないんだから、ないものはなんか、やっぱり自分の中にある方を見るっていうことを、意識的にやっていくっていうことが大事かな。うんうんううん。そうでん。すよね。そう、でもね、意外に自分にあるものって無頓着なんですよ。失うと気づくんですけどね。そう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 。当たり前すぎて、自分が持ってるものっていろいろ、その当たり前すぎるがゆえに大したことないと思っちゃうし、評価も低いんだよね。自分がね、そのさらっとできちゃうこととか、そういうことって何の抵抗もなく普通にできちゃうから、なんか努力して得たものじゃないものに対しての評価が低すぎるっていうか。うんうん。そう。だからで、そうじゃなくて、さらっとできることの評価をもっと自分自身で上げていってあげて、そこを大きく育ててってあげるっていう方が、自分の良さを、本来の良さを生かすことができるんだよねってことです。はい。なので、自分で自分の良さっていうか、自分が持ってるものがもし分からなかったら、仲のいい友人とかに聞いてみたらいいんですよ。自分のそしたら、いいところ何そう、かなみたいなことですね。私のいいとこ教えてみたいな。で、そっちを結構ね、意外なことを言われたりすると思うので、自分ではほら当たり前すぎてるから、それがいいところだよとか、ここがすごくいいと思うよって言われることが、自分ではそこまで評価してないことが結構あると思うので、そこを、まあ、聞いたりなんかしながら、自分がそのある側の方にもっともっと価値を与えていく。で、そっちをやっていけば、取り越し苦労みたいなことって本当に減っていくと思うので。そうですね。そうなんですよ。自分の中にあるものをしっかり認識してあげるとか、感謝するとか、そういうところからですね。それをまずやってみてほしいです。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.